温度最東端。すごいね。でも本当に前が見えない。日本本土4極。真冬なんてどうなっちゃうのここ。乾杯。今日は寒かったからあったかいもの。はい、今ですね、7時24分。室温が 21.6 度。湿度がね、52% です。だいぶカラッカラです。FF 炊いてるからか、めちゃめちゃ喉がね、痛くなるぐらいね、乾燥してます。なのでね、そう、また朝入れ直したけど、加湿器入れてます。この数日間ね、ちょっと FF で喉が痛いです。久々になんか。たまにね、FF つけると、初日が喉の代わりで。まあね、今日もちょっと、だいぶ走んなきゃいけないので、スタスタ準備して、出発したいと思います。じゃあおはよおはよう。今鯉のぼり見てます。鯉のぼり見えた？こんな感じで見えるかな。ちょっとでもあれだね、曇っちゃってるね。海が向こう側に、雨じゃなくてよかったね。おはようございます。外に出るとこんな綺麗な朝の景色が見れます。車も後ろからね、この景色が見える。いやー、すごいね。ちなみに我が車はこんな感じで染めさせてもらっておりました。ちっちゃい遊具もある。はい、今回ですね、やっぱ長旅なのでちょっと出発前に一回データを入れ直してます。データの移送をこの SSD にしてます。サンディスクの、メモリーカードとサンディスクの SSD を使ってます。あとね、これ今最近ね iPhone もうかなり使うようになったんで iPhone のデータもね同時にねデータ移してます。でこの間ね、うーちゃんとママは、お外の公園で遊んでます。うーちゃんたちはあそこ、活発ですね。うーちゃんは元気元気で、これが終わったらね、根室まで出発します。うーちゃんめっちゃぴょんぴょんしてる。ちなみに外外気温8度しかないんで結構寒いです。うーちゃん解放中。はいはい。はい早い。はい、今ですね出発しました。はい、で今日はですね根室の方まで向かいます。野サップ岬だったかな。それで最東端に行って、でそれからまた別日でね最北端もね行こうと思ってますんで、今日はね最東端に向かっていきたいと思います。でその後は根室ねちょっと何も考えてないんで、また向こう着いてから考えようかなと思ってます。すごい鹿注意って書いてある、道路に。鹿出るよね。すごいね、道路に書いてあるってなかなかだね。次の交差点曲がってくださいが76キロだからね。そうだよ。76キロ先を曲がるんだよ。すごい。本当に北海道すごいな。海？何？川だね。水？川か。釣りしてる人もちらほら。何が釣れないの？どうなんだろう。木はこれよく見たらさ、ここ線路が走ってるね。今鹿いたよね。どこ？どこ？鹿みたいのいたよ。どっちに？こっち。あ、そっちにいた？ちらって鹿いたよ。本当に？これね、せっかくね、北海道に来たのでセコマで朝ごはんも買いました。セコマ率めっちゃだけ。普通のコンビニ行くよりかセコマにしか行ってないね、今のところ。一回セブン行ったか。それ以外全部セコマか。今日はね朝ごはんもセコマで購入です。じゃあ行こう。あとですね、38キロぐらい。結構走ってるね。半分はもう過ぎた。ここも道の駅なの。白鳥見えるのかな、この辺。あそこなんか湖。そう、ここ来るちょっとぐらい前にキツネっぽいのと、あと鹿はいっぱい見た。鹿横断してたね。そう、こう書いてあった。エゾシカ横断注意って書いてあった。この辺入ってからすっごいやたらと鹿注意のあれがいっぱい来る。見えてる。そして寒い。今日はねダウンがないと。そう、根室の方はね最低5度、最高9度、かなり寒いです。ゴールデンウィークとは思えないほど寒いです。であとね風もあるからね、その辺もね踏まえるとやっぱ今日はかなり寒く感じると思う。湖がね。はい、今ですね18キロのところまで来たんですけど、右が多分太平洋で左が沼かなんかで、要は水に囲まれている状態になってる。そう、この間の道はちょうど囲まれてる。そして風が強い。
風力発電機。風が強いのかな、やっぱりこの辺。この辺風強いよね、なんか。うん。はい、今ですね、野サップ市に入りました。もう間もなくですね、野サップ岬、日本本土最東端ですね。すごい端っこだなっていう感じがしますね。なんか西に行った時は割とそんな感じしなかったので、あ、ここ最西端なんだみたいな。この野サップ岬の最東端っていう感じはものすごくする。ものすごくね、端に来たなっていうのを感じる。すごいね。すごい端っこ。ここが東の果てだ。あー、なるほどね。この辺はやっぱね、北方領土のことがすごい書かれてますね。いやー、すごい。ここが野サップ岬灯台、日本最東端の地ですね。風がすごい。ダウン持ってきて正解だった。最果ての地です。風すごっ。寒い。ダウン来たらまあまあ。うん。本土最東端ってことで。今度最東端の灯台です。あれが北方領土だ。目の前に見えてる。何見えてる？何？島。だってわずか 3.7 キロしかないんだって。え、あれか。うん。すごいね。これは何だ？ここは何だ？休憩スポット。風が強く吹く場所なので。このね、見えてるかわかんないですけど、すごいね。奥に見えてるのが北方領土です。すごいなんかこう考えるものがあるなと思います。いや、寒い。めちゃくちゃ寒い。でも北方間だよ、こっち。そこかな。あ、でも北方領土。ここは多分北方間なので、北方領土について書いてある場所なんじゃない？あ、そういうこと？うん。そうだね。ね、奪還なもんね。島を返せとかね。そう。この辺は言葉が強いよね。呼びかけてる。なるほどだね。ラウス山、国後島。ほら、やっぱりこれ見えてるのがそうでしょ。うん。現在地。貝殻島さ見える。そうだね。あ、どこどこにいると島が見えますってことやな。あ、ここか。一番近いのが貝台殻島。3.7 キロ。あれか。うん、やっぱそうだ。あれで。関東側に住んでたら見ることがないからね。でここまで来て初めて確かに目の前に島あるわと思うよ。実際目の前にしてね、北海道にいながらそれが見える距離に確かにある。北方領土、まあ難しい問題だよね。ふーちゃんは鐘鳴らす？希望の鐘。思ったより音でかかった。寒い。寄せられた石を突きつける。47都道府県分あるってこと？神奈川あった。普通。神奈川？うん。火がボーボーしてる。どっちですか？架け橋。寒い。4キロの架け橋。うん。寒い。冬だよここ。真冬なんてどうなっちゃうのここ。もう5月になるのにさ。これだよ。タウンでも寒いんだって。寒い。頭ろ。じゃあパパが行ってくるそうです。よいしょ。あ、めちゃくちゃ寒い。資料館が出てる。資料館がちょうどこれですね。はい、あ、お願いします。はい、どうも。今日本本土4極最東端到達証明書をいただきました。なんか無料でいただきました。もらえた？はい。おお。こちらですね。日本本土4極最東端、出発訪問到達証明書です。長えな。西の次にね、東をゲットしました。お、裏ちゃんと。これだからやっぱ繋がるんだよね。ね。行くよ。はい。はい、今ですね、ノップ岬、日本本土最東端の岬に行ってきました。最西端もね行ったんですけど、最西端とのね大きな違いはやっぱり北方領土かな。
ここね入ってからすごい北方領土のことについてやっぱいろんなところで書かれてたり石碑があったり、資料館があったりとか、やっぱちょっとこの雰囲気がまた少し違うのかなと。最西端の方は結構あっさりしてたよね。最東端に関してはやっぱりいろんなものをね考えさせられる場所かなと。なかなかねやっぱ普通にね僕らね神奈川で生まれ育ってずっとね暮らしてきましたけど、一応歴史のね勉強上の中では北方領土のこともね当然勉強はするんですけども、やっぱりこうなんか言われてもしっくりこないっていうか、目の前にやっぱあるもんじゃないから分かってはいるけどね、事の大きさというかあんまり肌に感じることがないという。実際やっぱね目の前にすると確かにこんなに近くなのに日本じゃないんだっていうふうには思う。もちろんね歴史の背景にはねいろいろね諸説あるだろうから断言することはできないんだけれども、だからなんかこうすごいね考えるところもあるかなと思います。北方領土がすごく身近に感じた瞬間だったね。はい、ねそんなところでもありました。でゴールデンウィークにね来る方ねぜひともダウン持ってきてください。5度しかないのに風量だからね風がめちゃくちゃ強いから寒いんで、防寒具着てちゃんと来ていただいた方が安全かなと思います。で今日はですねこれから1時間ぐらいまた走りまして、だから名護伊東牧場っていうところまで、行きたいと思います。結構ねこの辺はね景色もいいんでそのままねこうダーッと走ってるのもいいんですけど、明日のね行く場所とかも考えつつ道っていうわけでもないけどちょっと外れてるけどまあ大丈夫でしょう。おすごいね、なんだあれ沼この辺沼だね。これはでも右側はあれだね、オホーツク海だ。右が海になってる。左は沼。オホーツク海か、初めて見たね。本当だ、オホーツク海や。はい、ということでね気をつけて、牧場までね行ってみたいと思います。はい、今ですねここマルシェでキッチンで買い物してきました。あんまりね見かけないスーパーです。で今ですね買い物を少ししてきまして、ボンちゃんもね燃料入れてきたのでこれでね、満タンです。割と思ってたよりもねガソリンスタンドはあるように感じております。でただですね途中、何十キロもねまっすぐ走るようなところだと確かに何もなかったりするので、一応念のためね早めにガソリンを入れております。半分切らないうちに先に入れちゃいますね。で、牧場まではちょっとね1時間ぐらいなんだかんだ時間使っちゃったんでずれ込みそうです。二次着、今ですねあと残りね 1.5 キロということでもうすぐね間もなく着くかなと思います。あそこじゃない？ももちゃんがいっぱいステーキ&ハンバーグ。目的地の天気は到着しました。雨。ヤギさんもいるね。よし到着。ご飯は向こいた？まだ見てないよ。それが耳で可愛いわ。可愛い。寒いからね。やってるよ。ビーフシチューも美味しそう。今日は空いてていい？いいよ。そのパン一つちょうだい。食べてからいいですか？お肉がさ、おいちゃんどう？美味しい？映画ハンバーグ。これが楽しみ。中もちみちだ。柔らかい。今ねご飯食べて今度はしないでも入っちゃっていいんだって自分。一応ね聞いたらそのまま入っちゃっていいみたいです。でふーちゃんがこれからお馬さんにご飯をあげるらしい。そういう感じね。ちゃんと閉めて。そうそう、オッケー。ヤギヤギがもうすぐそこにいた。ふーちゃんこんにちはって言ってるよ。どこに何がいいんだろうね。あ、向こうにもいるじゃん。あれはお馬さんで、これお馬さんにあげれるのって。これお馬さんだけ。あ、そうなんだ。ヤギにあげれないんだ。すごいところに羊がいる。豚さん。本当だ。本当だ。豚でかい。あれ一人違うのに。あれヤギが食いちゃった。なんかすごいね貸し切りの牧場みたいだね。ボッコ。あ、来た。
かわいい。見て、まできたよ。パパってずっと見てあげる。パパカメラ食べられるよ。パパが怖い。大きいね。大きいこの馬。大きいお馬さんじゃないあれ。パッカさんじゃあね。ちゃんとあげれた？あとの動物見て帰ろうか。今後できてた。豚さんも鼻いいのかな。うさぎいた。みんなご飯食べてるね。ご飯も美味しかった。うん。美味しかった。ね、ご飯美味しかったよね。うん。すごいビーフシチューのお肉がすごい塊のいっぱい入ってて、そして柔らかくて美味しかった。ハンバーグも美味しかったね。うん。とても良きな施設の人もとても親切でございました。で今日はこれからですね温泉の方に向かっていきたいと思います。場所はですね別海町というのかな、あれ別海町というのかな、この先20キロぐらいのところなんですけど、そこが一番近いで、そこに行って薬局とかねちょっと行きたいとこあるんで、そこにも行ってでまた明日のこと考えようかな、どこまで走るかということで、ここからはですねまずは温泉まで向かっていきたいと思います。あと1キロほど。別海町ふれあいじゃなくてふるさとじゃなくて、なんかそんな感じのところ、この辺地域のコミュニティっぽい感じの温泉なのかお風呂の施設だと思います。なんかそのなんだ日帰り温泉なんちゃらかんちゃらみたいなそういう感じではないで、この先をキャンプ場があれかあれだな、キャンプ場ある。あそうそうそうキャンプ場とかも。はい到着です。はい到着です。じゃあ行きましょう。これがふるさと交流館。やぶちゃん最近三角の牛乳持ってる。これ三角牛乳って何？そうでそれ持ってレジ行って。いいよ。生。初めてな。パパは今日フルーツ。ちゃんは？どう？今日の牛乳はコーヒー牛乳はどう？はい、美味しいです。ちょっとパパのも一口。いいよ。そうだ。お風呂茶色かったです。そうです。なんかあれだね。ここら辺の温泉は茶色い。ね。およそ100メートル先左方向です。霧が今日のところはふるさと交流会っていうまあちょっと地域のコミュニティに近いお風呂屋さん。そうでここは別海町っていうところがやってて、この温泉のすぐ下にキャンプ場もあります。そこの経営者。まあとりあえずその下にねキャンプ場もあったりして、だからキャンプの人も来れるぐらいの距離かな。値段もそんなに高くなかったよね。大人が510円だかな1人。子供がまあ1500円もないぐらいで、あんまりねこの辺その温泉とかないんで、ちゃんと探しておかないと過ぎちゃうとほんと何十キロ先になっちゃうんで、ここだけね気をつけた方がいいかなと思います。で結構ね今ね霧が出てきてますね。この辺今日はこれからまた20キロぐらいだけ走ってできる場所にね移動しようかなと思ってます。ちょっとその辺のね地域の名前が分かんなくて見えないんですけど、まあ、とりあえず明日知床に行こうと思ってるんで、まあ、なるべくそっち寄りというかに行こうかなと思っております。はい、今ですねだいぶ走ってるんですけども、かなり真っ白です。ハイビームにしてもなんかあんま変わんないもんね。すごいね。でも本当に前が見えない。一応車が来てるから道路があるんだなっていうのが分かる。横は横ですごいよね。めっちゃ綺麗。いやすごいね。これはこれですごいね。これはマジで動物いたら分かんねえわ。これ確かに真っ暗だったらきついね。なんかすごいな、サーテライトみたいになってる。道路ここですみたいになってる。すごいね。お天気この後崩れるからね。
風が強い。まあ、あとねちょっと3キロぐらいなんでね、走っていきたいと思います。そろそろゴール。斜め右方向です。もうゴール？うん。およそ100メートル先直進です。わおその先およそ100。はい、今ですね無事に到着しました。で、着替えてねゴロゴロしてます。でこの後ご飯食べたりとかする前に今ね一旦 YouTube のコメント返してます。ふーちゃんは？見てます。ダンスとか見てます。今日もね結構バタバタとしたんでこの後はねゆっくりしようかなと思います。7時です。でもそんなになんかご飯食べる時間さ遅かったからそこまでお腹空いてないよね。うん。北海道の昆布だしを取ってしゃぶしゃぶです。歯舞だし昆布というものを買いました。野サップ岬のとこにも売ってたよね。出た。ネギだけ？ママとパパに配布して。ネギを？こんもり？はい。これくれ。いろいろうちゃんも挑戦しなくちゃ。箸でママ入れてるの？大丈夫？うちもみじおろしとか買っとけばよかった。飲まれてなかったっけなんか。もうないんじゃないの？ないか。じゃあいいや。パパ、飲んじゃったんじゃない？調子に乗らないでね。パパまだね喉が痛い。今日はママは札幌。じゃあ乾杯。乾杯。今日は寒かったからあったかいもの。喉が痛い。いえ。痛い時と痛くない時の差が激しいんだよな。昔パパも小学生ぐらいの時扁桃腺で風邪ひいて4日ぐらいかな。4日ぐらい休みしたのやば。全然ね動けなかった。痛くて。でも今回は熱はないからね。だからそんなに対しては重症ではないことは分かっているんだけど、とはいえ治さないとね。パパまだ先長いから旅の。もう薬が売ってなかったんだけど、ちょってとか売ってなかった。薬剤師さんがいないじゃん。まあでもね、確かにね、子供が体調悪くなるぐらいだったらね、まだ親が体調悪い方がいいよ。変わってあげられないからね、親は我慢できるけど。面倒見るのが大変じゃん。やっぱ子供がさ具合悪くなるとさ我慢できないし。それにかわいそうだよね。やっぱせっかく来て。かわいそうだよ。うまい。はい、ということで今日のコメントテーマは皆さんの中で思い出に残っている風邪を教えてください。例えばどこどこの旅行に行った時すごい楽しみだったのに急に熱が出ちゃったとか、運動会の前に風邪をひいちゃったとか、ちょっとした思い出になっている風邪とか、病気などぜひ皆さんが経験したことをコメントで教えてください。僕は今2回連続長期の旅で体調崩していることです。私は運動会の時に風邪っぴきでした。ママは自分の誕生日にコロちゃんにかかりました。はい。イベントでもなんでもね。イベントじゃん。ママの中での何回目の一誕生日だよ。ママじゃあまだ年を重ねることが喜ばしいんだ。いやもはや悲しい。ということでね、ぜひね皆さんの忘れられない風邪や病気の体験を教えてください。今日は寒いから鍋がうまいよ。豆腐が熱いけどめちゃくちゃうまい。豆腐があまりにも取りづらい。扁桃腺って熱いものダメなんじゃなかったっけ？知らない。あれ違ったっけ？さっきまで一生懸命氷で冷やしてたのに。この音拾えてるかわかんないけど、今日も一段と風強いね。毎日風強いね。北海道来てから。だって苫小牧から風強かったじゃん。強かった。で今日だってもうさ野サップ岬まで来て、東の端まで来たけどさ、まだ風強いじゃん。まだっていうかそこら辺が一番風強そうな感じだけど。やっぱり風強いのかね。揺れるもんね車。そうだよね。で今日はむちゃくちゃ寒い。寒い。今もこの現在地の外気温がね4度とか5度しかないんでマジで寒いです。
このあと4日後ぐらい、4日5日後ぐらいには多分最北端に行ける。今何日目？もう4日目。そう。早っ。なんか意外と2週間あっという間っぽそう。意外と1ヶ月でも普通になんかキャンピングカーだったら余裕で泊まれそうって。ああ、それはね、そうなんか全然平気でしょ。時折水とねダンプだけどっかで、今回もそのね水とダンプは途中で入れてるから、それだけねルーティンで入れとけば、コインランドリーとか、まあ、コインランドリーはどこにでもあるから。充実している。やっぱキャンピングカーいいな。まあ旅の仕方はその人の価値観によるから、あれだけど我が家的にはいいよね。今日うちは何したの？今日は動物がいっぱい集まる場所に来てまいりました。人参あげたんだよ。だけど一人しかあげてないの。ポッコーか。ポッコーって呼んでも一人しか来てない。日本酒今日もいただきます。美味しゅうございます。これで閉めちゃうでいいの？なので、よいしょ。今上げた動画のチェックをして。ついてるビみたい。ママはコメントがしてます。私ちょっとね寒い。北海道寒い。はい、じゃあうちゃん動画を一緒にチェックしましょう。セットされてない。セットして。ちゃんとトイレ行った？トイレ行った。寝る前はね、我が家みんな車でトイレです。じゃあうちゃんおやすみ。おやすみ。みんなとお別れ。バイバイおやすみ。テレビの前の人、バイバイおやすみ。すごいね。わ、すごい。おはよう。いただきます。いただきます。すごいね。水しぶきがすごい。7時にはここ出発だ。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。